これだから、年上の部下なんて嫌なんだ。年上。いや、じいさんは一生来なくていい。クビだ。わけあって、50代で転職した俺は、転職先で理不尽にさらされた。年下上司のストレスのはけ口にされ、ひたすらに見下される日々。社会人の常識、上司への配慮があれば、そんな年で転職する羽目にならないですよ。嫌味と過剰に卑屈な態度を使い分けられ、話をまともに聞いてもらえず。俺は懸命に仕事に打ち込むが、上司は全てを受け入れず、自分の尺度で俺を拒絶した。甘つさえ、疲労で倒れた俺から手柄だけ奪っての、突然のクビ宣告だ。俺は呆れ、反論する気力も失って、おとなしくクビを受け入れた。やっと分かってくれましたか。これで俺も肩の荷が下りたよ。よかったよかった。思い通りにことが運び、俺の返事に満足そうに上司が笑う。これが俺の反撃のための一手だとも知らずに。俺が見た年下上司の笑顔は、これが最後だった。俺の名前は藤川忠。52歳になった俺は人生の転機を迎えていた。新卒から30年近く勤めていた会社を紆余曲折の末に退社し、外資系の保険会社に転職をした。50代での転職が叶ったのは、ひとえに縁と巡り合わせがあってのこと。キャリアチェンジが珍しくない時代であっても、自分の年齢を考えたら奇跡的な出来事だったと思う。周囲のお膳立てと、ここまで仕事に打ち込み、ある程度の成果を残していた。それが重なり、俺は転職で最高の切符を手に入れていた。藤川さんはさすがですね。年下の先輩が俺の仕事ぶりに感心してくれる。前職を考えれば保険商品や金融の知識があるのは当然だと思うんですが、それでも常に情報更新と知識を増やしておられる。いや、やめてくださいよ。私はまだこちらの世界をよくは知らない。いいえ、十分です。藤川さんでしたら、どんなケースでも一人で任せられますよ。転職先の同僚たちは若くてもエリート揃いだ。留学経験者や帰国子女も多く、外国語を当たり前に操る社員が普通にいる。俺も学歴と経歴は世間から一目置かれるものを持ってはいる。しかし、現代のエリートからすれば見劣りする。それでも、素地の違いと差を埋めるための勉強と努力は忘れないように言い聞かせていた。成果主義の外資系企業の中でも、俺の姿勢は一定の評価を得ている。実績は派手ではなく、コツコツと刻んでいるが、会社はそれをちゃんと見て、俺をねぎらってくれていた。藤川さん、困るんですよ。風通しのいい社風の中に、異端とも言える存在が一人。池浦翔平というその人は、俺の上司である部長だった。概算見積もりを頼まれただけなのに、なんで余計な資料とプランを付け加えるんですか。それは、見積もり作成の後に頼まれたものですから。数日前、俺は池浦部長のほか、数人の上司からある企業相手の書類作成を頼まれていた。企業向け保険の概算見積書の作成が最初のオーダーだったが、その後に他部署の上司から
保険資料の添付と別プランの提案作成も命じられた。追加オーダーに関しては池浦部長にメールで伝えていた。そのはずだが、部長はそのことを忘れたのか、見落としていたのか、俺の仕事に非難の目を向けた。障害担当の部長から資料と別プランも用意したいと言われまして、そのことは部長にもメールでお伝えをしたはずですが、俺がメールについて指摘すると、部長の視線が俺からそれた。部長は眉間にシワを寄せると、大げさにため息をついた。ああ、そうですか。あなたは、自分の部長よりも、よその部署の上司の言うことを聞くわけですか。そういうことではなく、業務を遂行したまでかと。あのね、まずは私の顔を立てるべきなんじゃないんですか？私は、あなたより若い。それでも、この競争の激しい会社の中で、部長をしてるんですよ。私にもっと、敬意を持ったらどうですか？池浦部長が、自らの肩書きを強調したことに、またかと思う。部長の誇りとプライドは、その役職に詰まっていた。私はね、この会社で40代で部長の座を勝ち取ったんだ。外から来たあなたには、その凄さがわからないでしょうがね。俺が知っている部長の経歴も、なかなかに華やかだ。エリート街道をひた走り、保険業界ではスペシャリストと言えるほどの資格と経験がある。そういうことがわからないから、そんな年で転職する人生なんでしょうね。堅実に出世を重ねてきた池浦部長には、今の自分への並々ならぬ自信がある。ライバルを蹴落として実力で役職をもぎ取った。花形と社内でも指折りの難関部門の部長職を任されているという強烈な自負。それがあるからなのか、部長は50代で転職して部下になった俺を見下していた。社会人の常識、上司への配慮があれば、こんな年代で転職する羽目にならないですよ。嫌味と愚痴、時に卑屈な態度を俺に見せ、自分の立場を誇示する。あなたは誰よりも働かなければならない、と言われ、俺は部長から様々な仕事を押し付けられていた。おそらくは部長が抱えきれなくなった案件、もしくは若手のために用意された新興の企画。何事も勉強、年を食って転職したあなたに足りないのはそれですよ。部長はそう言って俺に何もかもを投げていた。そして何の疑いも持たず残業も命じる。残業代は請求しない。それがあなたのためです。あなたは真剣に働く意味と方法を学ばないと。任せた仕事は締め切り前に終わらせるべきだと部長は指摘して、俺は連日会社に留め置かれた。仕事は好きだが、連日の無理は年齢的に応える。それでも俺の周囲には、俺を支えてくれる年下の先輩や転職経験者の同僚がいた。困った時はお互い様の精神で手を貸してくれる人々に助けられながら、俺は新天地での厳しい日々を切り抜けていた。次期ターンで計画達成率を上げたい。具体的には顧客単価の引き上げを狙って売り上げを積み上げたい。目指すのは次のターンでの首位だ。新規計画のスタート前、池浦部長は部下たちにこうスピーチをした。営業企画系部署の中で安定した成績を残している部署ではあるが、他部署を引き離すような
鮮烈な結果は出せていない。会社にうちがいるということを印象づけるためだ。これからは全員が一丸となって目標に向かってほしい。そして来月までに企画の立案とそれに結びつくようなアイデアを提案するように。一発逆転をすべく、部長は部下たちにとにかく考えろと言いつけた。翌月までに新規企画とアイデアをまとめろと言った部長は、俺には別のプレッシャーをかけた。藤川さん、あなたには不安要素しかない。他は締め切りまで自由にしていてもらって構わないが、あなたには細かく指導させてもらいます。とりあえず、私に毎日企画案とアイデアを提出して。俺の肩を叩いた部長は嬉しそうににやついていた。それから俺にとっては過酷な日々が続いた。こんな提案されてもお客は納得しないと思うけど、かしこまった文章とお粗末なチャートまで入れちゃって、私だったら漫画を読まされたみたいで嫌になる。バカにされてるみたいですよ。まずは最初の提出物となった企業向け保険の新規オプションのプラン。俺は企画書にフローチャートやイラストを取り入れ、見やすい資料作りを心がけた。しかし池浦部長はそれを見て小さく笑った。文章に面白みがない。チャートとイラストは子供騙し。企画書を適当に流し見た部長は俺の目の前で企画書に大きな×を書き込んだ。困りますね。センスがないんだから。でしたら、どこを改善したらいいのか、それを教えていただけませんか？×のついた企画をめくりながら、俺は部長にアドバイスを求めた。そもそも保険業界のプロは部長だ。俺に授けられる知識はあるのだろうと踏んで頼むと、部長は目をつり上げた。そんなもの自分で考えるんですよ。ムキになったかのように急に怒り出した部長。そのまま二言三言愚痴を漏らすと、卑屈な芝居を繰り広げる。まったく、私が部長だからと、そうやって試すようなことを。私はね、年上のあなたに遠慮して差し上げてるんだ。それもわからないなんて、あなたの上司をしている意味がありませんよ。そこもちゃんと理解してもらえないんですか？自分からのアドバイスは拒み、俺には提出物の期限の厳守を徹底する。俺は同僚たちの意見を取り入れながら、どうにか部長に食らいつく。それを数週間続けてみたが、部長の返事は芳しくない。アイデアもセンスがゼロなんですか？もっとお客の心をつかむような感覚がね。やっぱり50過ぎて転職するような人には思いやりがないんだよな。俺が出す書類はことごとく突き返される。罰がつけられるか、数々の小言がついてくるか。だがいずれにせよ、部長からの提案と改善点の提示はない。何かとにかくパッとしませんね。一つぐらいいいところでもあるのかと期待してるけど、あなたはどうにもなりませんよ。面目ない限りです。そう思うなら、ひたすら考えて働いてくださいよ。このままじゃ、あなたはデクの棒以下になりますよ。初めから分かっていたことだが、部長には俺を認める気などさらさらない。俺を自分のイライラと日々のストレスのはけ口にしたいだけで、上司として俺を見守るつもりすらないのだ。大丈夫なんですか？日常業務、サービス残業、企画とアイデア出しで時間に追われる俺を、同僚たちは心配してくれていた。藤川さん、
このところは朝早くから夜遅くまでずっとここにいますよ。わかってはいるんですが、やらなければいけないことばかりで。けど、少しは部長に掛け合ってみたらどうですか？いや、私は贅沢言えない立場ですよ。同僚の気遣いにそっけなくするほど、俺にも余裕がなかった。それと同時に、部長への意地も出てきていた。部長に何度無礼を働かれようが、書類を見せて食らいつく。だがしかし、俺は年齢に太刀打ちできなかった。月末を控えたある日、出社を前にして家で倒れかけたのだ。階段でふらつき、数段を踏み外す。何事かと驚いた妻にせかされ、会社に行くよりも先に病院に向かうことになった。妻がハンドルを握る車の助手席で、俺は会社にひとまず遅刻する旨を伝える連絡を入れた。誰が電話を取るか。そんなことは考えもしていなかったが、偶然にも電話に出たのは池浦部長だった。ああ、そうですか。まあ、藤川さんは張り切っていらっしゃった。今日はもう休んだらどうですか？私もね、ここまでの奮闘は評価してますからね。俺は午前休を申し出ていたが、部長は塩らしい態度を見せた。それを受けた俺がすべきことは、部長を警戒することだった。だが、俺は具合の悪さに注意散漫になり、部長の言うことをおとなしく聞いてしまった。ああ、でも、ここまで仕上げた企画書とアイディアは出してもらえませんか？それへの評価はこれから、休んでいただいた後に改めてさせてもらいます。俺は部長の頼みも聞いて、家から持ち出していたパソコンから急いでメールを送った。どこまで丁寧に部長に従ったのかと問われたら、自分が愚かだったと言うしかない。それでも俺は体調が悪い体で仕事をやりきった気になっていたのだ。病院では医師から3日から4日程度の休養を勧められた。疲れが溜まりきっていた俺は医師の言うことにも素直にうなずく。会社には休養を申し入れ許可を得る。こうして慌ただしく一日が終わり、それ以降の俺はしばらくぶりに寝て頭を真っ白にして過ごした。3日の休養明けに出社すると、池浦部長の周りに人だかりができていた。俺がそれに目を細めていると、同僚が血相を変えてやってきた。部長が藤川さんの企画を自分のものだと、企画書を自分の名前に書き換えて提出して、それが採用されたそうなんです。同僚は申し訳なさそうに、事の経緯を明かしてくれた。俺が休んでいた間、部長は今までにない働きをした。せっせと動き回り、俺から提出されていた企画書のデータを自分のパソコンに移す。その後は多少自分なりのアレンジを加えて作り直し、仕上げは作成立案者の名前を書き換える。同僚が気づいた時には、部長は会社の上役から褒められていたそうだ。違いますと言おうとしたんですが、部長の根回しが早く、自分たちでは何もできませんでした。部長は用意周到に自分がしたことを隠していたという。俺が持っていた最初のデータはすべて破棄し、それから俺が書き溜めていたメモも見つけてシュレッダーにかける。上役たちにはメモを盗み見て暗記していたらしいアイデアの元を披露し、企画書の内容が降って湧いたものではないと印象づけたようだ。底意地が悪いというか、悪知恵はどこまでも働く人なんですよね。同僚は意気揚々としている部長を見て力なくつぶやいた。やられた。
分かっていたんですよ。え？藤川さん。いや、最初からこうだったと分かっていたのに見過ごした。意気消沈の同僚を尻目に、俺は怒りを抑え込んだ。あの部長にこうも簡単にひねられた。相手の思惑を知りながら、俺はいらない遠慮をしてしまった。俺はあっけに取られていた同僚から離れ、部長に詰め寄った。人の輪を離れたところを見計らい、単刀直入に部長に切り込む。部長、今回の企画採用に関して、一から私に説明をしていただけますか？怒りに任せず、落ち着いて。俺は淡々と部長に尋ね、答えもまた淡々と聞く気で構えた。私が提出した企画を書き換えて提出したそうですが。ああ、そう。知ってしまいましたか。部長は俺とは正反対で楽しそうに笑っていた。理不尽に怒り返すでもなく、開き直って自らの行いを認めた。いや、あなたは頭が切れるようで、なかなかいい案があるなと。自分で考えるの面倒だったもので、貴重な意見の一つとして使わせてもらいましたよ。使わせてもらえたって、企画の盗用でしょ？あなたがなさったのは。俺は部長の態度にはっきりと怒りを見せた。これまでストレスのはけ口にされ、見下され、挙句の果てに企画を盗まれる。謝罪もされず、最後まで馬鹿にされて、部長への遠慮がなくなった。あなたはこれまで私が意見を求めても何も言わなかった。自分の考えも手の内も明かさないどころか、何もない状態で私を批判していただけでしょう。恨みつらみを吐き捨て、俺に何か言うことはないかと部長に尋ねる。しかし部長は俺をしらけた目で見るだけだった。面倒くさい人だ。これだから、年上の部下なんて嫌なんだ。部長、そうでなく、何か言うべきことがあるでしょう？なんだって言うんだ。じゃあ、あんたにはいなくなってもらいたいよ。は？年上。いや、じいさんは一生来なくていい。クビだ。冗談でしょ？冗談といえば、そうかもな。俺にはあんたをクビにする権限はない。俺への謝罪を拒み、まともな答えを避けた部長が俺に解雇を言い渡す。当然だが、一部署の部長にそんな権利などない。俺が呆れると、部長もそれは認めた。考え方はいろいろある。あんたもう体が使い物にならないんだろ？長期療養でも申請して、そのまま辞めていくなんて言うのはどうだ？部長はヘラヘラと笑いながら、俺が自分の前から消える方法を伝授する。自分では俺を解雇できない。適当な理由をでっち上げようにも、その手間の方が面倒くさい。俺が予想した部長の心情はそんなところだったが、それで間違ってはいなかったはずだ。会社もまあ、老体に鞭打ってくださいませ、なんて言わない。具合が悪いから辞めたいですと言えば、認めてくれるさ。部長の生き生きとした表情に、俺は逆らう気力を消した。それは、ご丁寧にどうも。これまでにない具体的なアドバイス、感謝しますよ。俺はさりげなく、わかりやすい嫌味で、部長に答えた。そら、どうもね。俺の返事に満足そうに、池浦部長が笑う。俺が見た部長の笑顔は、それが最後だった。この日、俺は就業時間まで仕事をして帰宅した。翌日、俺は病院に向かい、診断書をもらい、会社に長期療養を申請した。1ヶ月の予定で申請書を提出し、その後正式に
退職届を書きしたためた。療養の終了を待たずに退職を申し入れ、会社への未練を残さず、ひっそり去る。池浦部長の描いた絵図に乗ったといえば、それまでだが、俺としては部長のアイデアを拝借した。退職が認められ、しばらくの休養期間。俺は存分に休み、旅行を楽しんだ後に、新たな職場への出勤を開始した。理不尽な仕打ちを受けての退職を経験し、俺はまた同じ保険業界に戻っていた。直近の職務歴を活かせる場所でという望みがあったわけでもないが、縁と巡り合わせに再び恵まれたのだ。心機一転で仕事に励んで3年。俺はすっかり元気になった体で、因縁の前の職場に乗り込む日を迎えていた。以前はこちらにいらっしゃったんですよね。ああ、1年もいなかったが、なかなかに濃い時間を過ごしたね。そのようですね。お噂は聞いています。前の職場での大仕事を前に、俺は部下と過去について話していた。現在の職場の部下たちは、誰もが仕事熱心で、実直で、心に余裕がある。人のことを不必要に妬まず、ずるい行いなど考えもしない。俺にとって、ここまで信用できる部下はいないと言い切れる。そんな自信があった。仕事開始の時間となり、俺は先方の案内で見覚えのある会議室に足を踏み入れた。そこにはすでに前の職場の幹部社員たちが集まっていた。本日はよろしくお願いいたします。俺は正々堂々、仕事である交渉の責任者として挨拶をした。そして相手方の出席者の一人を見る。あんた。俺と目が合った池浦部長が思わず口走る。いや、まさか、あの藤川か。俺は同姓同名が来ると。止まらない池浦部長のつぶやきに、周囲から小声の叱責が飛ぶ。俺は苦笑を飲み込み、手短に来訪の目的を告げた。本日は、御社との合併交渉の提案に参りました。先日に打診をした通りですが、私どもは、御社を吸収合併という形で救済しようと考えております。前の職場は、この3年の間に、業界内で失速していた。それもただの失速ではなく、大減速を伴う失速。競合他社に叩きのめされ、強みも失って、今や会社が存続できるかどうかの瀬戸際にいる。今は子会社や関連事業を切り売りしてしのぎ、会社を救ってくれる誰かを待っている状況だった。私は社長として合併を提案いたしました。御社のこれまでの業績を踏まえ、そうすることが妥当かと。俺は今、前の職場を吸収しようとしている。ライバル会社で社長をしている。3年前、会社を去って転職先に選んだのは今の会社だった。社長だなんて、そんな冗談よしてくださいよ。俺が社長と言ったことに池浦部長が笑った。池浦部長も3年の間に出世を重ねていた。現在は常務として会社の経営の一翼を担っていると聞いていたが、それももうなかったことになる瀬戸際にいる。本当は、あなたと同姓同名の社長がいらっしゃるんでしょ？その人が合併だなんていうとんでもない考えを取り消すんでしょ？池浦常務は粘り強く俺に食ってかかっていた。それを周囲が止めているが、それも聞き入れずに喋り続けた。あなたは50代の冴えない社員だったはずで、こんな嘘良くないですよ。俺の存在と合併案を笑って一周し、
池浦常務は首を振った。あなたには冴えない社員と見えていたでしょうが、それには反論をさせていただきたい。俺は周囲の人たちに断りを入れ、自分の経歴を明かした。俺はかつて大手銀行の本店に勤める人間だった。大卒で大手銀行の本店勤務、所属は企業営業関連の部署。学歴と学生時代の成績を買われ、期待され、俺は必死に重圧と戦いながら勤めていた。30代で海外在住を経験し、帰国後は本店で経営戦略部門を指揮していた。寝る間も惜しんで銀行に尽くし、時には派閥争いにも参加して、とにかく仕事だけに情熱を注ぐ。しかし、50代に差し掛かり、俺は銀行マンとしての道を断たれてしまった。原因は派閥争いでの失敗。そもそも俺自身は派閥というものに興味がなかった。それでも、社内での生き残りには、人の波をかき分ける能力も身につけなければならなかった。だが、俺が身につけた能力は大したものではなく、周囲から風見鶏と言われるようなもの。結果的に、俺は自分をよく思わない上司に派閥争いの責任を取らされた。社内に混乱を起こした罪を負わされ、銀行を追い出されたのだ。銀行を出てそちらにお世話になったのは、今はもういらっしゃらない方の推薦を受けてです。ですがまあ、今はこの通り、そちらを退社してからは、現在の会社の前社長のお声掛けがあってのこと。前の職場を1年も経たずに辞めて、今に至るまで。俺はもともと現在の職場の前社長から熱心に会社に誘われていた。銀行時代の取引先であり、俺にとっては新人時代から付き合いのある会社。そこの前社長は俺を銀行マンにしておくにはもったいないと言ってくれていた。そして縁があれば銀行退職後に俺に会社の要職を任せたいと申し出てくれたほどだ。実際、俺が銀行を追われた時にも声をかけてくれた。将来的な社長就任を含めて、要職待遇での入社を俺に提示し、これまで以上に熱心なスカウトだった。そのタイミングでの入社がなかったのは、俺が転職先を先に決めていたからに他ならない。正直言って、その頃俺は少し自信をなくしていた。業界トップクラスの保険会社に移り、要職として腕を振るってほしいという頼みは、当時の俺には荷が重すぎた。俺は前社長の頼みを丁重に断り、この会社からの誘いに応じた。今となっては、その決断が正しかったのかはわかりません。ですが、面白いことに、こういった機会が訪れることになりました。この会社を出ることになり、俺はどうするか考えていた。仕事を続けるか、早めにリタイアするか。ところがそこに、現職場から再度スカウトが来たのだ。今度こそ、正真正銘の社長として、という誘いは相変わらず、前社長の熱意が溢れるものだった。俺は前社長の熱意に背中を押され、スカウトを受け入れた。以前の自分が抱えていた責量感と自分への猜疑心は消え去り、俺は前向きに仕事に向き合う覚悟を決めていた。私は今日、本当に社長としてこちらに伺いました。そして、合併の承諾をいただけるよう礼を尽くすつもりもあります。どうでしょうか。真剣に話し合いに応じていただけますでしょうか。そんなことを。池浦常務、私は嘘など一切申しておりません。
俺は堂々と振る舞い、前の職場に対して誠意を見せようとしていた。一方で池浦常務は抵抗を試みていたようだが、俺の態度と周囲の叱責に負けて黙り込んだ。その後、合併の提案は合併交渉に移り変わった。詳細を詰め、新体制の大枠を取り決めて話を進める。私はただ上司としてやっていただけで。長い交渉の終わり、池浦常務に握手を求めると、こんなつぶやきが返ってきた。池浦常務の真意など、俺には知る由もない。俺は合併交渉を終えると、その後は時の流れに従いながら、次の一手を練っていた。池浦常務は、俺のことを年齢だけで見ていたらしい。前の職場の合併が正式に決まり、新体制が動き出してから人づてに聞いた。社長の転職時の年齢を見て自分なりに人となりを考えていたようですね。池浦さんよりも年上で、前職は銀行マンといっても、50代で転職しないといけなくなった運命を想像する。大きなミスを犯したのか、最初から使い物にならない人間だとされていたのか。池浦さんはそうして俺の人物像を決め打ちしていた。俺にどんな過去があったのか、前の職場ではそんな話が出ることもあったようだが、池浦さんはそれを聞き流して自分の想像する俺を信じていた。その結果が俺に対するあの振る舞いだった。人を見る目というのはわからないものだね。俺が部下にそう絞り出すと、部下はそうですね、とつぶやいた。こんな経緯を踏まえた俺は、社長として乗り込むことになった前の職場に対してある通達を行った。社内環境改善のための無記名アンケートの実施。池浦さんが常務になれたという社内構造とその問題点をあぶり出すために、俺は社員を危険にさらさないと約束してアンケートを配った。集まった結果は目を覆いたくなるほどの惨憺たるもの。池浦さんを中心に一部の上役と役員が会社を私物化し、末端ではパワハラ行為が蔓延していた。常務にまで上り詰めた池浦さんは自分の周囲をイエスマンで固めていたことも判明。社内にはびこっていたパワハラ行為のほとんどはそのイエスマンたちが主導していた。アンケートの結果を受け、俺は調査委員会の発足を決めた。前の職場を徹底して掘り返し、悪いものをすべて洗い流す。池浦前常務は営業部門に対して不当な罰を課していたようです。営業成績や計画達成率が鈍れば、減給やボーナス支給の停止、聞いて驚きましたね。調査委員会を率いた部下は、池浦さんの行いに唖然としていた。池浦さんは営業部門の実権を握り、権力を振りかざしていたようだ。部長職や管理職には自分のお気に入りの社員を据えて、自分のパワハラ三昧のやり方を徹底させる。サービス残業の強要が序の口なら、解雇の乱発は当たり前。池浦さんの横暴で奔放な行いは、前の職場に傷跡として刻まれていた。俺は調査の結果を受け、池浦さんを懲戒解雇とした。抵抗しようとした池浦さんには、調査の結果を突きつけて納得してもらった。現在、池浦さんは行き場もなく、叫びたりの毎日を送ってるらしい。働ける場所はないか、自分を必要とする会社はないかと、知人たちに聞き回っていたのは、解雇された直後のこと。悪評と懲戒解雇の経緯を知られてからは、誰からも見放されたようだ。
酒浸りになって家族にも見捨てられたと聞いている。俺はもう池浦さんに関わることはないだろう。自分が今やるべきことは前の職場の立て直しと経営の健全化。そのために執行役員や管理職者への教育に力を入れている。誰もが等しく勤勉に働き、それが報われるように。その実現と第二の池浦さんを生み出さないように。自分の経験を還元しながら、誰もが懸命に働ける会社を用意したいと意気込んでいる。